そうなんだよな。で、あの時って僕ってゲームで自分の物語を発揮するのって初めてだったんですよ。あの、どれぐらい初めてだったかっていうと、それまでってスクエアにいたじゃん。で、ロマサガチームにいたんだけど、ロマサガチームってロマサガの物語は、川津さんがちゃんと書いてるわけで、なんか僕の出る幕なんかないし、で、僕はあの頃自分で、一人芝居とかをやってて、その一人芝居でも、実はこの竜の尻尾的な物語ってもうすでに書いていて、あれも結構似てるかも。倉島さんにね、チラシを書いてもらった、もののけっていうね、一人芝居があって、やっぱそれも、いじめられてた子供が、なんか、異空間に入って、そこでこう無限に繰り返すループに入る話なんだけど、すごくこの竜の尻尾の話に似てると思う、今から思えば。うん。あ、そうそう、それで辞めた理由の10分の1ぐらいあるのは、まあ実際はその辞めた理由としてはあんまり強くないんだけど、作ってる途中に、やべえこれ、ヤオビクニとすげえそっくりだと。ヤオビクニっていうのは、火の鳥の何編だっけお寺の尼さんの話があるんだけど、あ、すごい似てると思って。で、あの、これはちょっとそういう意味でもまずいかなと思って、なんかいろんな、ゲームの中のいいこともあったんだけど、でもその、ヤオビクニと似てるわ。俺も思った。似てるよな。あかんと思うわ。あかんあかん。再演の可能性は、もののけな。そうそう、僕お芝居をね、でもいやでもさ、なんか、思い出すよ。やっぱりその頃僕がお客さんを集めようと思ったら、ネットとかないからさ、なんか、はがき作るわけよ。招待状みたいなやつとか。手紙とか、チラシとか。それを、スクエアの職場で配ったりとか、あと、東京で知り合った友達とかに配ったりとか、いやもう関西にいようが、他の県にいようが、とにかく知ってる人間に全部配るみたいな。やっとそれで1回の公演で100人入ったらいいかな、みたいな。100人入ったら赤字にならないんだよね。ですっごいやってたの。あれね、大変だったね。それでなんか、いろいろちっちゃいライブハウスとか、ちっちゃい劇場とかでやらせてもらいました。うん、自分で宣伝して、自分でお話書いて、自分で演技して、演出して、やる演劇。演劇っていうかでもね、なんかね、なんていうの落語みたいな。落語じゃないな。なんか、なんつうのかな。笑いの話じゃないんだけど、一人で語りを入れて、自分で3役ぐらいやって喋る、絵本を読んでるみたいな、そういう状態の演劇です。はい、もう恥ずかしいね、こういう話もね。なんか、こんな話で大丈夫ですか？飽きてないですか？なんかいいっすか？すげえな、今日同時視聴させた。これ191人で出てるんだけど、本当かよ。やばいな。今日はちょっと、緊張しちゃうな。今日ね、僕ちょっとテンションおかしいんだよね。ちょっと今、高ぶってると思う、普段より。なんかこんなに昼間から。驚いた。100人のね、100人のお客さん来てくれるってすごいよね。いや、みんな飽きずに1回目やって2回目やった時2回目来てくれて嬉しかった。3回目やりたかったけどな。だから、そのもののけの芝居をやってる時の、効果音の担当の人と、あと、ライブなんでね、その場で効果音ダーンって鳴らしたりとかするんだけど、音楽の担当が三味線で、その三味線が大ちゃん。で、大ちゃんが、ムーンの中に入ってる月明かりジョンガラロードを弾いてる人。うん。そんな感じ。そう。そういう流れなのよ。そう。どう今日俺ちょっと頑張ったよね。なんかもう一個絵見る。もう一個。ドン。ね。これ、倉島さんが、当時書いてた竜の尻尾に登場する、キャラクターの、あの、えっと、線画でございます。すごいよね、倉島さん。これすごかった。倉島さん、当時の倉島さんが絵を描くスピードって、まあ今も早いんだけど、僕が話をしたらパパパパパって書いてくれるんだよね。なんかすごい驚くし、まあ今も早いけどね。何なんだろうね、倉島さんの絵を描く、こなんかリズミカルな感じっていうのはね。うん、そうだな。あとは、そっか。まあこんな感じ。まあいつかね、なんか、お芝居の話とかももっとやりたいし、いやーね、このライブでもしかして芝居とか語りとかできたらいいよね。だって思えばさ、昔一生懸命100人集めるの大変だったじゃん。まあでも100人集めて全員からチケット代取ってたところがすごいよね。
なんかね、そうそう。そう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 。そういうのがね、本当はだから、やっぱりなんか小屋でね、やりたいなみたいなこと思うけどね、できるかな。今やったらどうなるんだろうね。まず体力的にできんのかな。そんな1時間一人で喋ってられるのかな、大声で。割とちゃんとやるんだよ、演技とか俺。本当は。恥ずかしい。恥ずかしすぎる。ご飯タイム。あ、そうだ。じゃあ、これで一回、ちょっと待って、ムーンの、その、竜の尻尾の話は、大体喋りました。なので終わります。で、はい。皆さん、この話が面白いと思った人は、いいねボタンを押してください。登録とかしといてください。この次、あと10分ぐらいですけども、質問コーナーをやります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もよろしくお願いします。